世界最高峰のエベレストで発見されたあるはずのないもの、まさかと驚愕するもの、科学的に証明されているもの、未だ謎のままであるもの。今回は世界最高峰の過酷な環境で見つかった奇妙なものを紹介していきます。当チャンネルでは山岳遭難、盗犯中の事件事故を発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。エベレストは標高8848メートルを誇る世界最高峰の山で、ヒマラヤ山脈に属しており、その山頂は中国とネパールの国境沿いにある。1953年にイギリス隊によって登頂がなされて以来、多くの登山家たちが自分たちもエベレストの頂に立つことを夢見て挑戦を続けていた。そして現在では登山家や冒険家だけにとどまらず、エベレストの圧倒的な魅力に一般登山者が大金を支払い、エベレストツアーに参加して登頂を目指している。年によって多少の差はあるが、日本円で約500万円から1000万円、毎年何千人もの登山者がエベレストに訪れているわけだが、登攀中に数多くの不思議なものが発見されている。エベレストで発見された奇妙なもの、一つ目は化石。古代の海洋生物の化石、海の底にいるはずの生物の化石が世界最高峰の山頂で発見されたのだから驚きだ。その理由は科学的に証明できる。世界で最も高いヒマラヤ山脈のエベレストは、大昔は海底に存在していた。2億年以上も前、インド半島は赤道を越えたはるか南に存在しており、南極やアフリカ、南米大陸と続いていた。そしてその後の大陸移動によってそれぞれがバラバラになり始め、インド半島は南半球から延々と現在の位置まで移動してきた。ちなみに9年前のインド半島はインド亜大陸と呼ばれていた。インド亜大陸がユーラシア大陸に重なるまで数千万年の時がかかった。2大陸間には低地ス海という深い海があり、大陸が北上するたびに海底は持ち上げられ上昇、どんどん浅くなってしまった。ヒマラヤ山脈はインド亜大陸を乗せたプレートがユーラシアプレートに衝突し、その間にあった海の底が押し上げられて現在の高さまで上昇してきた。こうして海底数千メートルもの深さに溜まっていた地層がエベレスト頂上まで運ばれた。その結果、エベレスト山頂ではアンモナイトや三葉虫、海ユリなど古い地質時代の化石がたくさん発見されている。発見された奇妙なもの2つ目、これは2023年にある科学誌で発表されたばかりのもの。アメリカのコロラド大学ボルダー校の研究チームがエベレスト登頂前の最終キャンプ地にある堆積物から人由来の細菌を発見した。これらの細菌は登山家が鼻を噛んだりくしゃみをするときに放たれるブドウ球菌や連鎖球菌といったもの。大勢の人がエベレストに訪れているわけだし、くしゃみや咳をしたりするけど、最終キャンプ地は標高8000メートル付近の過酷な環境。そんな環境で細菌が存在するなんて到底信じられない。研究チームが採取した土壌サンプルは標高7900メートルのサウスコルキャンプ地のもの。気温はマイナス30度に達することも多く、標高の高さゆえに紫外線も非常に強い。気圧も基準の約3分の1という過酷な環境であることから、生物が生きていける環境ではないだろう。そのためこれまでの研究ではその環境を耐えられる真菌しか存在しないと思われていたが、これらの研究常識では考えられないブドウ球菌や連鎖球菌が発見された。本来なら人間の暖かく湿った鼻や喉に適応しているこの細菌が休眠状態とはいえ発見されたこと自体が驚きだが、研究チームが持ち帰った細菌サンプルを栄養豊富な寒天プレートの上で培養したところ、なんと休眠状態から活性化、さらには増殖させることに成功した。地球温暖化が続き、エベレストの気温が上昇していけば、いつの日か細菌たちが自らの手で活発に増殖できる可能性もあるかもしれない。次に発見されたのはマヌルネコ。マヌルネコはモンゴル、チベット、中国からイラン西部の山地の標高450メートルから5000メートルに生息しており、
マイナス50度以下になる環境でも生きていくことができる。そして2019年に初めてマヌルネコが生息している痕跡が見つかったのがエベレストの標高約5110メートルと5190メートルだった。まず見つかったのはマヌルネコの糞だった。エベレストには希少種や絶滅危惧種を含むさまざまな哺乳類が生息しているため、動物の糞が見つかることは不思議でも何でもないが、少し前まで哺乳類が暮らせる限界高度は約5000メートルまでと言われていた。そのため不思議に思った研究者たちはその糞を持ち帰り DNA 検査を行ったところ、マヌルネコのものだと判明した。生息数は6万900ほどで、過去に準絶滅危惧に指定されていたこともある。エベレストから異なる DNA の2種類の糞が発見されたので、少なくとも2頭は生息していることがうかがえる。この歴史的発見にある生物学者は、世界の最高峰でこの希少な証拠を発見できたのは驚くべきことと述べている。マヌルネコはユニークな見た目と可愛らしさからファンも多い。もしかしたら今後マヌルネコ目当てでエベレストを訪れる人も増えるかもしれない。エベレストで発見された奇妙なもの。4つ目はイエティの足跡。イエティとはいわゆる雪男と呼ばれる謎の未確認動物のこと。主にヒマラヤ山脈に生息。全身が毛に覆われ直立歩行するとされている。1921年、イギリス陸軍部隊がエベレストでの訓練中、標高7700メートル地点で人間の3倍もある大きな足跡を発見した。そして1951年、エベレスト登頂を目指したイギリス登山隊がついにその証拠写真を撮影することに成功した。人間のものとよく似た足跡は長さ約32センチ、幅約20センチもあり、 1.5km 先の氷河まで続いていた。動物の足跡ではないかという意見も出たが、現場の分析からこの足跡が二足歩行の生き物である可能性が高いと指摘されており、条件に当てはまる動物はこのヒマラヤ山脈に存在しなかった。イエティの足跡を発見して公表したエリック・シプトンという人物は嘘つきとして有名な人物だった。この足跡の写真自体が捏造ではないかと言われている。実際に他の登山家の日記には足跡のことなど一切書かれていなかった。未だにこの足跡がイエティのものであるか否かは謎のまま。エベレストで発見された奇妙なもの。実はエベレストには夜にだけ鳴り響く不気味な音が存在する。静まり返った闇に響くその音色。実際に深夜に鳴り響くこの音を聞いた科学者たちは、夜間に気温が急激に下がると不気味な音がより激しくなったこと、氷河が空気にさらされた地域から集中して聞こえてきたこと、これらからこの不気味な音の原因は日没後エベレストの気温が一気に数十度下がることから、氷河の深部層が破裂している音ではないかと推測した。彼らはこの推測を確実なものとするため、氷上地震の研究に使用されたのと同じ技術である地震センサーを配置。センサーが記録した振動のデータと温度と風のデータを比較した。予想通り急激な気温の低下が原因だったことが分かった。エベレストで発見された奇妙なもの。6つ目は虹の谷。エベレスト登頂を目指す主なルートとなっているのは北東両ルートだが、虹の谷はこの北東両ルート選択した際、標高8000メートル付近で必ず目にする。その場所にいるだけで命の危険がある場所。ここでは空気が非常に薄く、酸素濃度が基準の3分の1程度しかないため、長時間の滞在は非常に危険。しかも気温が極端に低く、デスゾーンから山頂までの平均気温はマイナス15度からマイナス30度。加えて立っていられないほどの強風も吹き荒れているため、この場所で亡くなってしまう登山家は非常に多い。そんなデスゾーンに存在する虹の谷。生前カラフルな登山着を着てエベレストに挑んだ登山者たちの亡骸が無数に散らばっているその光景から、エベレストの過酷さを示す場所として虹の谷と名付けられた。行方不明者などを合わせると、虹の谷付近にはだいたい200から300体の遺体がそのまま取り残されているらしい。この虹の谷がある場所は、自分一人が行動するだけでも非常に危険で過酷な場所で、
仮にその遺体が女性だったとしても平均体重は50キロ前後。さらに登山装備の重さもある。現実的に考えて連れて降りることができない。標高8000メートルを超える薄い空気の中ではヘリコプターは浮力を失ってしまうため、ヘリコプターによる回収も不可能。放棄されているのにはそれだけの理由がある。実は登山ルートの目印とされていることもある。その中でも有名なランドマークとして知られているのがグリーンブーツ。エベレスト北東稜の山頂直下には小さな洞窟のような場所があるんだが、そこには一人の遺体がずっと放置されている。この遺体は1996年に遭難死してしまったインド人登山家の遺体と考えられており、彼は足元には色鮮やかに輝く緑色の登山靴が履かれているため、そのことからグリーンブーツと呼ばれている。エベレスト山頂を目指す登山者たちはこのグリーンブーツを見ることで自分たちがどこにいるのか把握したり、エベレストに登る人の道しるべとなっている。発見された奇妙なもの。7つ目は登山者たちの大量の落とし物。それは登山者たちが残していく大量のゴミ。近年エベレストでは空き缶や空き瓶、使わなくなり捨てられた登山用品、さらには排泄物などの大量のゴミが至る所に転がっている。そのゴミまみれの姿を揶揄され、エベレストは世界最高峰のゴミためなどと言われている。実はこのゴミ問題、数十年前から問題視されていたが、ここ最近またひどくなってきている。地球温暖化の影響で氷河が溶け始めたことによって、今まで隠されていたゴミが露出し始めた。さらに登山ブームでゴミの量が増えたことに、関係者たちは毎日頭を抱えている。特にネパールや中国政府を悩ませているのが大量の排泄物問題。排泄物を貯めるドラム缶が低地かつ多くの人が滞在するベースキャンプに備えられていて、そのドラム缶が満タンになれば運び適切に処分するんだ。ちなみに2018年のデータがベースキャンプから廃棄所まで運んだ排泄物の総重量はおよそ 12.7 トンだが、高地キャンプになればそのドラム缶すらなく、山頂付近では雪に穴を掘って用を足すしかないため、高地の環境は最悪。そして山頂に近い高所ほど気温が低くなっているため、排泄物は分解されず残留。温暖化によって雪が溶ければ溢れた排泄物がベースキャンプや麓まで流れてしまう。山の麓やベースキャンプに暮らす人々は雪解け水を飲料水として使用している。登山者の排泄物で汚染されている水を飲んでいる可能性がある。排泄物による環境問題はもちろんだが、感染症などの拡大も懸念されている。1996年からネパール山岳協会主導による大規模な清掃活動や有志ボランティアたちによる投棄物の撤去が行われて、約27トンのゴミが回収された。そんな活動に動かされ、ネパール政府も2014年に全ての登山隊に対して事前にゴミを処理するための預け金として1グループあたり約4000ドル、日本円にして約45万5000円を支払うことを義務付けた。これは下山時に8キロのゴミを持ち帰ってくれば返金され、逆に持ち帰ってこなかった場合は1キログラムあたり100ドル、約1万5000円の罰金が課される。しかしあまり効果は得られなかった。エベレストでは突然の天候変化による雪崩や落石の危険性、酸素濃度の低下による高山病のリスクなど危険がいっぱい。その中で重量のあるゴミを持ち歩いて負担を増やしたり、ゴミを回収するために長時間高所に居続け、命の危険リスクを上げるよりは預け金が返ってこなかったり、罰金を支払うのを選択する人が多い。毎年約50トン以上のゴミがエベレストに残されていっている。当チャンネルでは山岳遭難、登攀中の事件事故を発信しています。このチャンネルは過去の事例を知ることで今後の事故防止に役立てていただくことを目的として動画を作成しております。事故の関係者を冒涜するなどの意図はございません。また著作権、肖像権の侵害を目的としているチャンネルではありません。ご視聴いただきありがとうございました。